こんにちは。秋にリシケしに来て早数ヶ月経ちました。今日は秋から春にかけてのリシケシでのスキンケアや化粧品事情について紹介したいと思います。ロックダウン明けてからは以前からの顔見知りのヨガメイトの他に新しくリシケシに来てヨガを習う外国人旅行者を見かけるようになりました。去年もだったんですけれども、今年もやっぱ何人かが乾燥と日差しによる皮膚トラブルに遭ってました。私も以前似たようなことがあったんですね。目の周りの皮膚ってすごく薄いんですけれども、そのあたりが赤く腫れてとても痛くなったんですね。その当時は帰国してから数ヶ月間皮膚科通いする羽目に陥りました。インドの西洋医学向けの病院に行って抗生物質をもらって飲むっていう選択肢もありました。でも民族による体質の違いっていうのもあるので、きつい薬はやっぱり怖いなと思ったんですよ。身近にインドで抗生物質を服用したことのある友人たちがいるんです。ある人は足に力が入らなくなって丸1日歩けなかったんですよ。しんどくて丸1日起き上がれなかった別のヨガメイトもいます。みんなインド滞在数ヶ月以上の長期旅行者だけれども、その寝込んでいた1日っていうのはすごく不安だっただろうなと想像できます。結論から先に言いますと、そんな状態になった肌に対応するスキンケア製品はリシケシにはありません。目の周りだけじゃなくて顔中が敏感でピリピリと痛くなった肌に必要なケアっていうのは水分補充と保湿です。ただし無香料で無添加のものに限る。そうですよね。薬局で日本で売ってるような精製水とグリセリンを買って混ぜればいいのではって思うじゃないですか。リシケシの私が住んでるエリアではまずは精製水ってものが売ってないんですね。コンタクトレンズ用の浄水液も売ってないんですね。グリセリンは売ってるんですよ。でもね、バラの香りなんですね。ですから肌トラブルの時には不向きです。私はインドにいる時はローズウォーターにこのバラの香りのグリセリンを入れたローションを使ってます。ホワイトワセリンも売ってるんですけれども、やっぱり香料が入っているので肌トラブルの時には使えません。大きめのスーパーやショッピングモールには有名なインドのブランドやメーカーの化粧品が置いてあります。でも軒並み香料はきつめです。ではアイルベーダーのスキンケア製品はどうでしょうか。日本の化粧品屋さんやドラッグストアだとテスターが陳列されてるけれども、ここにはないんです。原材料を見ながらどんな香りなのかなっていうのを想像することになります。どれもかなり植物の香りが強くて弱った肌には不向きです。次に考えられるのが Amazon インディアなどのオンラインショップで無香料無添加の製品を探すっていうことなんですけれども、仮にそういった製品が見つかったとしても配達される日が予測つかないんですよ。翌日配達って表示があるからと思って注文してもサイトを見るたびに何日後とずれていって、結局 2,3 週間待たされたこともありました。2週間待った挙句すぐ近くまで来ている配達員からの電話に出なかっただけで商品がキャンセルになったこともありました。ですので1ヶ月未満などの短期滞在者にはオンラインショップはおすすめできません。一番いいのはアイルベーダーの病院でお薬をもらうことなんですが、西洋医学の薬ほどではないけれども効果の早い薬があり、私もそれを持ってます。ただ一番手っ取り早くて効果があるのは日本の皮膚科でもらってきた塗り薬と飲み薬なんですよ。痛くてかゆい不愉快な感じっていうのがずっと続くと睡眠不足になって体の疲れも取れないですし、
悪循環ですからね。さて、私は去年も今年も秋から春までの約半年間をリシケシで過ごしています。この季節の強烈な日差しと乾燥に対する皮膚トラブルの対策として結構なお値段の日焼け止めと口紅を日本で買ってきました。といってもお値段の範囲としては4500円から6500円の間です。口紅も日焼け止めも保湿成分入りなので、朝メイクするともう夜帰ってくるまで全然余裕で持ってます。リシケシに無香料無添加の化粧品っていうのが売ってないんで、ファンデーションやパウダーも日本から持ってきてます。あとはひどく乾燥した日のためにニベアとプロペトは用意してます。一番乾燥する時期っていうのは4月5月なんですね。その頃ってたまになんですけど湿度が 4% っていう日もあるんですよ。そうなると肌も目も鼻の奥も痛いです。もう目薬とプロペトは必須です。このヨガの聖地リシケシには何年も何度もヨガを習いに来ている長期旅行者が結構います。肌のトラブルを含めて日常生活でも何かあった時の対処法っていうのはみんないくつか持ってます。ですのでそういう時にはそんな人たちに声をかけてみるのが一番の近道かと思います。困った時にはぜひ声をかけてみてくださいね。最後になりましたが、人工股関節になって2年半が経ちました。ここ1年半のうち半年ずつを2回リシケシで毎日ヨガを習っています。おかげさまで今ではほとんどのポーズがプロップスというか補助具なしでこなせるようになりました。まだまだ体の左右差や前後差などは自分でも感じる程度にはあるので、今後もエクササイズを頑張って続けていきたいと思ってます。本日もご視聴ありがとうございました。さよなら、またね。